ちょっとビルドっていうところでいろいろ新しい発表はあるんですけど、最近、GitHub で新しく、いろいろコパイロットとかもあるじゃないですか。あります。あれってどうなんですかね。そうですね、実際にコパイロットの方もかなり、結構優秀で、やっぱり多くの方がコパイロットを使うことによって、自分がもう一度書き直すコード、ボイラープレートコードの、作業量がかなり減っていて、で、やっぱり、開発の効率が上がった。で、人によって結構バラバラなんですけれども、まあ、多く、平均として聞くのがやっぱり4割のコーディング作業がやっぱり減ったっていうフィードバックはよく聞いてますね。なるほど、なるほど。ちなみに何かご質問とかあったら全然新しくしていただいても結構ですので。はい。そうですね、コパイロット私も使ってみたんですけど、はいあれ、やばいですね、本当に。JSON パラメータとか、その JSON パスとか、ある程度書かなきゃいけないっていうタイミングがあったときに、いろいろそこの書き方とか、上に揃えて全部やってくれたりとか、もともと JSON を貼り付けるだけで、そのパスに対する、その変数の名前に対するパスみたいなのを勝手にファッと書いてくれて、これは革命的だっていうのは思いましたね。いや、本当にその通りだと思います。結構、やっぱり、コパイロットを使うことによって、例えば私も Python で実際試したことあるんですけど、どういうものを書きたいのか、それを書いてみるだけでもうすでに、例えば関数が一つ出来上がったりとか、関数の一部がすぐ出来上がっているので、自分からちょっと最初のところ、どういうふうに考えればいいのかっていうことを、別に気にしなくてもいいようになってて、非常に良かったと思いますね。いや、そうですよね。はい。なんか、マイクロソフト DevBox みたいなものも新しく、出ましたよね。なんかそこも結構、GitHub はコードスペーシーズみたいなところありますけれども、マイクロソフトとしてもいろんな開発環境、リモート化みたいなところとか、もっとハンディにするみたいなところはできるようになってるなっていう感じはしますね。なんかああいうのって、ダニエルさんもコードスペーシーズやっぱ使ったりします？いや、よくデモとかでも使っていますね。やはり簡単にその立ち上げることもできますし、自分の今のパソコン上にもいくつかの言語とかパッケージも入ってはいるんですけど、毎回デモを作るときに、結局Java のバージョンが合っているのか、あるいはDocker でちゃんと立ち上げる量のリソースが足りているのか、そういうのを全く気にしなくて、コードスペースでパッと開いてすぐデモ環境などを、実際に見せることができるので、非常に便利だと思います。いや、そうですね。なんか結構この開発っていうところでも、エンタープライズの開発から最近だと Web3 みたいなところも出てきてて、そうですね。割と、幸いにも GitHub っていうプラットフォーム、エコシステムは両者に受け入れられてるなっていう感じはしますね。ですね、ですね。なんか結構この Web3 とか、ブロックチェーンみたいな文脈で出てくると、なんか GAFA プラス M、幸いなことに、なんかマイクロソフトも言っていただいたりする表現をしていただくこともあるんですけど、それに対するアンチテーゼみたいな感じのものが多いんですけど、結構やっぱり開発者っていうところに寄り添った時に最終的に何になるのかっていうところで GitHub はなんかものすごいいい環境だなとは思いますね。いや、ありがとうございます。はい。なかなか質問が、来ないようですが、ぜひ皆さんも、後から入られた皆さんも、気になるところとかあったら、ご質問いただければと思います。はい。そうですね。あとは何ですかね。なんかビルドとか、ビルドだけに関わらず、この GitHub の最近のアップデートで面白いものとかってあったりします？そうですね、ビルドでやっぱり発表した、シークレットスキャニングのプッシュプロテクションと呼ばれている機能なんですけど、やはりそこもかなり、ポイントで、今までは GitHub に上げた後に、それをシークレットを検知する、仕組みがあったんですけど、やっぱりそれだけだと十分ではない。もうちょっと手前の方で GitHub や、GitHub のプライベートリポジトリといっても、それ結局社内のアクセス権限を持つ人は、そこに載っているもの全部ダウンロードできるじゃないですか。そうですね。はい。ある意味、プライベートだけど、別の人が見れるという意味では、一応パブリックではあるのかなっていうことも考えている方も多いので、そうなると結局、実際にプッシュされる前に止めて、自分のパソコンの中で
あるいは環境の中でそれを消して、もう一度再アップロードすることが一番いいのではないかという、よりしっかりしたセキュリティ対策ができたと思いますね。なんかこのセキュリティシフトレフトみたいな話もありましたけど、セッションの中で。シフトレフトって何かというと、やっぱりこの考え方も変えるっていうのはあるんですけど、前倒しっていう意味もかなり強くあるんですよね。で、いろいろそういうセキュリティに関するフェーズとか、アプリケーションに関するフェーズみたいなものって、やっぱり一回考え方変えて、もっと前倒しに、どんどん早期にやっぱりそういうところをやっていくっていうところが、重要なので、なんかセッションの中ではシフトレフトって、なんとなく使ってしまったんですけど、シフトレフト自体はそういう意味があります。なんで、結構これも、CI/CD っていう考え方が出てきたから、こういうこともできるようになってきたっていうような、ところがあるんですよね。そうですね。で、シフトレフトも、今でも、ビルドで結構大きく宣伝されていて、重要ですよっていうことも、引き続き説明は紹介はしているんですけど、シフトレフトという概念は、実はもう10年以上前からあって、で今までずっとシフトレフトしましょうっていう感じで、いろんなセキュリティ製品のベンダーさんが言ってきたんですよ。でもなかなか実現するのが難しくて、はい、結局、やっぱりセキュリティチーム向けのソフトウェアをセキュリティベンダーさんが、当然作ってて、で、結局開発者の方では普及されない。どうしても使いにくい、あるいはもう面倒だ、邪魔だっていう考え方で、もうそのままバイパスする事例がほとんどなので、どうしてもシフトレフトを実現するのは難しかったんですよね。で、GitHub の考え方を活用して、我々はやはり開発者の皆さんに沿って、で、どのようにセキュリティ対策を実装すればいいのかを考えた結果、実際に紹介したシークレットスキャニング、コードスキャニングの機能につながりますので、それで本当に今まで言われてたシフトレフトをようやく皆さんで実現しましょうといういい動きになればいいなと思いますね。いや、そうですね。なんか結構こういう、やっぱり抜本的な改革が必要になるのかっていうところから、始めなきゃいけないんじゃないかっていうところも、もしかしたら考えられる方もいらっしゃるかもしれないですけど、やっぱりこのシフトレフトとか第一歩って、それこそディペンダボットを入れるとか、本当にものすごい簡単なんですよね。で、やっぱりそれを入れてから、そこにどうやって従っていくのか。私も、いろんなリポジトリ、ディペンダボットアラート全然出てるけど、放置してるものも、やっぱりあります。なんで、でもやっぱりオペレーションとしてちゃんとそれ公開していったりだとか、あとプロダクションに載せるってなると、やっぱりディペンダボット1回入れたら、なんかこれアップデートしないとやばいなって思いますよね。そうですね。やっぱりディペンダボットのいいところは、そういうアラートも出す。で、それで危機感もちゃんと感じるところもあるんですけど、同時に、やっぱりほとんど最後まで、プリクエストの方でもう修正まで全部提案してくれて、最低で1クリックでもう全部修正が適用されるようにされていますので、そこも意識ももちろん向上されますし、同時に修正の確率もどんどん上がると考えておりますね。あとは、勝手に修正したものが本当に正しいか分かんない。だからやっぱりテストを書こうっていうモチベーションにもつながるかもしれないですね。そうですね。というところで、いろいろやってますが、なかなかご質問が出ないと。このままちょっとお話を続けてもいいんですが、いかがですかね。あれペペルの方に来てますかね。でなさそうですね。そうですね。じゃあ続けますか。そうですね。ちょっと需要があるかわかんないですけど、ただ話してるところで。そうですね。あとはやっぱりマイクロソフトビルドって、ご存知の通り開発者向けのイベントなので、やっぱりこの GitHub とマイクロソフトみたいなところもだいぶ今統合してるっていうようなところもお伝えしてるんですけど、結構ここ数年で変わってきましたよね。なんかマイクロソフトと GitHub ってどうなっちゃうのみたいなお話は初期の頃はあったりだとか、なかなかこういうところでもGitHub とマイクロソフトって別々に
GitHub には GitHub Universe っていうイベントが11月でしたっけにあるので、そこと別途でやってたってところが、やっぱりその製品のラインナップとか組織的な統合をするにつれて、こういうイベントでもなんかご一緒させていただくみたいな、することが多くなってきたかなという感じはしますね。ですね。やはり GitHub としても、よく聞くのが、GitHub ってマイクロソフトの配下にあるからとか、そういう話もよく耳にするんですけれども、やはり今まででも、GitHub は、ある意味、独立された形で開発も進めていますし、ある程度、マイクロソフトからの方で、マイクロソフト技術を使うこともあるはあるんですけど、どちらかというと、弊社、GitHub として、皆様の、会社の皆様が、より望んでいる機能は何だとか、で、それを GitHub なりに、開発する、そのイメージがどうつながるのか。で、よく、ここのいい例としては、最新の GitHub プロジェクトの方なんですよね。それも、すでに Microsoft の方では、確かAzure Boards の方で、プロジェクト管理の機能が実装されていまして、でそちらの方で多くのプロジェクトマネジメントツールが揃えているんですけれども、単純にその Boards の機能を全部 GitHub に移行するということより、どちらかというと GitHub なりに開発者の皆様が嬉しく感じる、そういうタスク管理の方法とか、どのようにタスク管理やプロジェクト管理を皆様が望んでいるのかを調査した上でフィードバックを受けながら、本当にボトムアップからもう一度新しく作ったのが、現在公開している GitHub プロジェクトなので、ぜひそのような考え方で、マイクロソフトの方に、マイクロソフト配下になっているといえども、GitHub としては GitHub の道を歩んでいってるというのが、よく言えますね。そうですね。なんかやっぱり、プロジェクト使ったことある方が、今どれだけいらっしゃるのかわからないですけど、画面の向こうに。なかなかそのモダンになってますよね。で、結構この面白いなとは思うのが、マイクロソフトもマイクロソフトループっていう新しい、どちらかというと、メタ OS って言われてたので、いろんなオフィスのものとか、あとはホワイトボード的な、ワンノート的な感じの方が近いかもしれないですね。そういうのを統合したようなものを出したりしてるんですけど、一方で、ノーションとかも最近割と流行ってきていて、そこの中で、結構新しいツールがどんどん入ってくる。で、開発スタイルもそれに合わせていろいろ変わってきてるっていうようなところもあったりしますと。で、なんかこの今までどちらかというとこの開発スタイルって、いわゆるそのウォーターフォールからアジャイル。アジャイル的な開発なんだったら、やっぱりスクラム的なプラクティスをやろうっていうところで、ユーザーストーリーとどういう感じのタスクの組み方をしてみたいな。なんかそうなってくると結構大ごとになってきますよね。で、そうした時にもう少しその柔軟度があって、で、人によってはそういうアジャイルスクラムみたいなプラクティスを使える、看板みたいなピュアなプラクティスを使える。で、人によってはなんか Excel の延長線じゃないですけれども、そういうところで慣れたいろいろな管理ができるし、それをグラフィカルに、まとめることもできる。なんか結構、この開発のボードとか、あとはタスク管理みたいなところでも、新しい時代に来てるのかなとは思うので、なんかそういうのも、やっぱりマイクロソフトからじゃなくて GitHub から出てくるっていうのも、やっぱり面白いところかなとは思いますね。そうですね。やはり我々も結構前に、皆様、実際に前のプロジェクトを使っている方いらっしゃったら分かると思うんですけど、すごい簡易的な看板ボードだけを用意していて、これですっていうふうに。あれじゃないですよ。あれじゃなく。そう、今の感じのものじゃなくて、もうちょっと古いの、看板ボードだけしかないものがあったんですけども、それも、最低限必要なのはこれなんじゃないかというふうに考えて実装して、その後あんまり力を入れてなかったというか、そもそもメインの GitHub の中心にあるのはやっぱり、タスク管理というより、皆様の開発のワークフローをいかにスムーズに実現できるのか、そういう話で開発を進めていたので、やはりこういうボーズを作り上げるというか、それほど皆様の開発の皆様にとってタスク管理も
より重要になったのではないかと思います。まあ、もちろんアジャイル、スクラムも関連していると思うんですけども、そういう開発のやり方自体も、もうすでに変わってしまっているので、それに合わせて、実際に、タスク管理も簡単にできるような仕組みを我々として提供したら、まあ、より一番いいタイミングなのではないかと考えましたね。いや、そうですね。あとはやっぱり GitHub Actions もめちゃくちゃこのアクションが増えてるんですよね。で、これもやっぱりマイクロソフトってAzure DevOps 出してたじゃないですか。で、我々からすると、ある意味で、AWS さんとか GCP さんとかって、競合に当たるわけですよ。で、Azure DevOps の中でそんなコネクターが、他の他社クラウドにデプロイするためのコネクターが豊富にあったかというと、やっぱりそうではないんですよね。一応あるにはあるんだけど、割とあんまり便利じゃないと。で、GitHub Actions はやっぱりこの中立的な立場で作っているので、もうめちゃくちゃ豊富にありますよね。そうですね。あらゆるクラウドに。そうですね。やっぱりGitHub としても一つのクラウドに偏っているということではなく、GitHub としては中立なプラットフォームとして目指しておりますので、アクションズの中でも実際に多くのパートナー様、AWS もありますし、Google 社、あるいは他の会社様の方も、ぜひこちらの方で、正式な、公式のツールでアクションを公開してくれないかということで、ぜひ皆さんも、実際のパートナーさんも皆様協力的で、で、公式のアクションズも多く公開しており、で、他の分野でも、で、特にセキュリティの、方でも、実際に、ちょっとマイクロソフトの本社の結構嫌がる話ではあるんですけど、Google の社員、セキュリティ研究者の方とか、あるいは、Uber などのセキュリティ研究者方々とか、協力し合って、より安全な、プラットフォームやセキュリティの対策などを、競合して開発していくっていうこともやっていますので、確かにすごい反発があったというふうに聞きましたね。でもなんかここら辺のボーダーって結構今取り払われつつある感じはしますね。さっきなんか西脇さんがTikTok やってましたけど、バイトダンスも一時期マイクロソフトが買収するんじゃないかみたいな話も出ましたよね。で、結構こういうのってそういう噂話はあるんですけど、なんだかんだコミュニケーションはあるんですよ。で、今やマイクロソフトの Windows の上で Android アプリがインストールして動くようになってると。しかも Amazon が提供する、マーケットプレイスでっていうような形があったりして、なんかそういうところってなんかどんどん新しいコミュニケーションが生まれているなと。で、その上で Windows の中にも TikTok もちろんダウンロードできますし、なんかそういうところってこの2022年だいぶそのボーダーが取り払われて、本当にユーザーが求めるものってなんだっけっていうところに対してアンサーを出せるようになってきたかなっていう感じはしますね。そうですね。やっぱり多く、最近の Windows とかでもそうなんですけども、Linux サブシステムの方も追加されることによって、やっぱり Windows 上でも Linux を使えることになっていて、より開発しやすい環境も揃えてきている、動きもありますし、そうですね。はい、結構そこら辺は、マイクロソフトは力入れてるんだなというふうに見えますね。やっぱりでもこと開発者へのコミュニケーションとかエコシステムっていう意味では、やっぱり GitHub とのコラボレーションっていうのはものすごい価値のあるものですよね。そうですね。やっぱりコラボレーション自体も、GitHub でまとめて行うっていうことは非常に大事だと思いますし、皆様が実際に GitHub を日々に使っていて、で我々も皆様のためにいろんな機能を改善、あるいは拡大していくことも考えておりますので、ぜひそちらの方針で引き続き頑張っていきたいと思います。はい。というところで、なかなかこういう場だと質問しにくいみたいなところもあるかなとは思いますが、こんな感じですかね。そうですね。他にもし何かご質問などがございましたら、ぜひそうですね。はい、ツイッターでなんかつぶやいて、上がりました。どうぞ。どうぞって言って、これいいのかな。アローマイクですね。違う。今、あれですか？
どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。間違えて間違えかな。はい。何かありましたら、ぜひ。大丈夫そうですね。大丈夫そうですね。一度。はい。では、ここで終了させていただきたいなと思います。はい。それでは皆さん、お集まりいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい。ちょっとまた、先ほどちょっと言いかけたんですけど、Twitter とか、あと、マイクロソフトの、もちろん営業でもいいですし、いろんなところでコミュニケーションチャンネルはあると思いますので、ちょっとコロナの中でこういうカジュアルに話すようなイベントみたいなところってあんまり多くなくなってるっていう事実はもちろんあるんですけど、ぜひちょっとコミュニケーション取っていただきながら、弊社のものにこういう話ってどうなのみたいな、カジュアルな質問でも構いませんので、いただけましたら、いろいろやらせていただければと、支援させていただければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、こちらで終了しますので、はい、皆様ありがとうございました。ありがとうございました。今後のビルドのセッションもぜひお楽しみください。ありがとうございます。ありがとうございました。